さんこんにちは。国際交流員ワクワク動画チャンネルへようこそ。今日はですね、ちょっとした特別企画をやります。松江といえば階段。皆さんはこれはご存知ですよね。月照寺の大亀、小豆とぎ橋、飴を買う女など有名なものがあります。その階段をさらに普及させたのは、当時の国際交流員ともいえる小泉八雲ことラフカディオ・ハンですね。1890年に来日し、島根県松江市に移り住むも、奥さんの節と出会われまして、節さんから本当に地元の、いろんな話をですね、特に怪談を口頭で聞いて、それを怪談っていう一冊にしたためられました。で、今年はですね、その怪談の出版およびヘレン先生として親しまれていた、ラフカディオ・ハンの没後から120年が経ちました。今日は、その記念も兼ねてですね、私たちの国、の怪談やホラーの文化全般についてお話ししたいと思います。本日はですね、このチャンネル初の、スペシャルゲストをお迎えします。松江で怪談のお話しするのであれば、この方は必須。民族学者であり、島根県立大学短期大学部名誉教授なんかですね、すいません。はい。小泉八雲記念館館長、焼津小泉八雲記念館名誉館長などをしていらっしゃる、小泉八雲のひ孫さんの、小泉凡先生です。ようこそ。こんにちは。よろしくお願いします。本日ご参加ありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。一応海外の方も見られているので、改めてですが、自己紹介をお願いします。はい。僕は東京で生まれ育ったんですけれども、今から37年前にこの松江に惹かれて、松江に I ターンをしまして、はい。そしてここで大学で、民族学とか小泉八雲に特化した授業をしながら、またこの小泉八雲記念館の館長をしています。怪談というのは一つの松江の特色だと思いますので、それを観光に生かすような、ゴーストツアーとかですね、ミステリーツアーとかそういった取り組みにも関わっています。はい。はい、ありがとうございます。そうですね。私はまだ行ってないんですけれども、今日は普段と違うところでですね、この部屋でパッと見て多分皆さんは分からないと思うんですけれども、今皆さんは、小泉八雲記念館の中の、部屋におります。では早速ですが、今日の本題に入ります。今日はですね、国際交流の皆さんに改めてラフカディオ・ハンの怪談を読んでもらいましたね。で、まずは、ボン先生も含めてですが、皆さんが一番気に入った話、もしくは一番印象に残った話は何ですかっていうのを知りたいです。せーのでいきますよ。はい、せーの。さて、どんな感じかな。ボン先生は雪女、ジュールは青柳の話、一緒ですね。で、秋之助の夢とおしどり、だいぶばらけましたね。交流員の皆さんに順番で、まずなんでその話が聞きに行ったかっていうのを聞きたいと思います。誰が行きますか、先に。じゃあニコラスから。そうですね。なぜおしどりを選んだかというと、この話について面白いテーマ2つ、気づいたっていうか考えたので、それは簡潔にね言います。一つ目はですね、その日本の怪談とかでよくあるその植物、動物、妖怪とかが人間に化けるっていうテーマですね。主人公の夢に登場したそのメスのおしどりが人間の姿で現れて、私の考え方では人間にとって何かが人間の姿になったらそのものの気持ちより共感できるからです。その役割だと思っています。で、もう一つのテーマですが、人間と自然
の関係性。主人公がもう飢えてたので、もう本当に食べ物なくて、もうそれで苦労してたから、悪気なく生き残るためにオシドリを殺してで料理してた。ただ、それはまさに自然そのもののような行為ですが、もうそもそもそれはそこまで罪とは思わないような内容が、その主人公にとってもまさに自分がやったこと罪だと感じて、お坊さんに最終的になったという面白い展開だと思っています。はい、そうですね。その日本信仰の中でもやっぱり特にいわゆる日本発祥の神道で言えばその動物信仰が見られるし、で妖怪あやかしとかの話の中でもその変化の術、ただそういう感じで現れるのがやっぱりそのニックが言った通りに、人間を見てその共感できる部分が多いかもしれない。インさんはなぜ、私毎回ちょっと言うときに間違えるんですけれども、直人気ですねを選んだんですか？そうですね。直人気をもう一度読むと、すごく子供の時のいくつかの可愛い話が思い出して、直人気の中には遺体がありまして、その遺体に対して妙なことが起こるっていう話で、それを読むと子供の時も結構すごく似たような都市伝説は地元にありまして、ある家族の中にはある人が亡くなって、でアイルランドの方は埋葬しますね。だから埋葬の前はその遺体を準備する必要があります。でこれは昔でしたので、昔の時はある人が家に来てその遺体の準備をする。でこの都市伝説の中にはある老人がその家に来て、家族は大変の一日でしたので、休んで私が今夜その準備します。でもその部屋には絶対来ないでくださいみたいな指示をやって、である家族の中には一人の男が深夜に急に起きて、好奇心を絶えずに覗き込んで、でその老人は姿を変えて、その遺体の魂を吸い取ってるを見て、でその話はそれで終わった。その話をもう一度読むと、すごく子供の時のいくつかのその怖い話とか幽霊の話がもう一度思い出して、アイルランドでも日本でもそういう死にまつわる未知の普遍的なテーマを通してすごく印象に残す話だと思いました。面白いのはこれ多分海外で日本の有名なお話で言えば鶴の恩返しがあるんですけれども、その中でも部屋で何々をするから絶対覗き込まないでくださいっていうテーマもよく繰り返されていて、ただ毎回オチが違うっていうところですごく面白いなと思うんですよね。閉ざされた部屋で何かするときにその断りを破らないでくださいっていうのが強くその日本の怪談とかに押されてるなっていうふうに思いました。で私も一応同じお話を選んだんですけれども、私の話をする前にチュールは青柳のお話ですね。お願いします。そうですね。私もともとその話が好きになったのは2つの理由があります。その最初はとても簡単なんですけど、柳っていう木はフランスにもともと存在しない木。19世紀に中国から輸入されたんですけど、今は特に水がたくさんある場所で見えるんですけど、もともとないです。で、私その木が子供の時から本当に好きです。子供の思い出でちょっと夏って感じがする木で、その木の下に昼寝をするのはとても気持ちいいなんですけど、確かに日本では全く違う意味を持ってると思いますよね。日本の文化では柳はよく幽霊とつながってる木なんですけど、それを知った時に本当にびっくりしました
だからその柳っていう木がメインになるストーリーを読んで面白いなと思いました。でもっと深く考えれば青柳の話に出てくる私にとって主なテーマは仏教にある無常という概念です。無常は基本的にこの世にあるものは永遠になるものではない、常に移り変わっているものです。だから何にも時間が経ったらなくなるとか消えるっていう概念なんですが、でそれはその青柳の話になんか特にうまく表現されている概念だと思います。はい。ありがとうございます。ルールさんは秋之助の夢ですね。そうですね。秋之助の夢を読んだ時は中国の太平廣記という978年頃に編纂された中国の奇談小説、不思議なことが収録している小説の中の南柯太守傳というストーリーがほぼ同じだったのですごく親しくは感じました。でも違うところもあって、その秋之助がどうやってその夢に入ったのかというと、自分の魂が蝶になってでアリの巣に入ったという説明がありました。中国でも宗師というちょっと哲学者みたいな人で夢を見た話があって、自分が蝶になったのか蝶が自分になったのかという問題を出したんですよ。でそういうちょっと哲学的な意味を含められたストーリーとか私は好きです。であと中国語にはその四字熟語があって、それは南柯一夢と言います。それもさっきのその南柯太守傳から来ました。なんかの夢って日本語で言うかもしれないんですけど、なんかというのは日本語のなんかじゃなくて地名なんですね。そのストーリーの中の地名でなんかの夢というのは人の人生も世の中の裕福とかもほんの一瞬の夢みたい儚いことであるという例えの意味をしてて、それは本当に、意味深いストーリーだったと思いました。そうですね。怪談の、1904年に怪談が出版されたんですけれども、その中のストーリーが始まる前のところのラフカディオ・ハンのノートに秋之助の夢は中国発祥であるっていうふうに書いてあるんですね。インドとか中国仏教の様子が非常に取り入れられている。日本はもちろんそのインドとか中国からいろんなものが伝わってきてるからこそそういうのができてるっていうのもあるんですけれども、その話から流れてなんですけれども、私がなぜ直人記を選んだかっていうのもそこにあって、ハン先生のラフカディオ・ハンの注意書きっていうかフットノートのところにサンスクリット語で大元その直人記はラクシャサから来てるっていうふうに書いてあって、でインド人の子供が子供の頃一番最初に多分習うその異界的なものの中の一つがラクシャサ。そのラクシャサっていうのがサンスクリット語から来ていて、ラフカディオ・ハンがそういうふうにちゃんとフットノートに書いてあるんですけれども、本当にがっつり多分インドが入ってきたなっていう感じがした部分があって、それで直人記が一応頭に残ったんですよね。であとは本当にその典型的な日本の昔話だったりとか、怪談でよく出てくるその旅をした先の出来事、雪女でもその山の中でとかがあるし、仏教のその僧侶の話とかになるとどっかで旅をしてて何かが起きる。でもその展開が毎回やっぱり違うっていう点では面白いなって思いました。ではボン先生にもやっぱり書いてもらいましたので、なぜ雪女かっていうのをちょっと教えてもらってもいいですか？はい、今本当皆さんの聞いてて勉強になりました。面白かったですで僕がね雪女を選んだのはいくつか理由があります。一つは雪女って
ヤクモは序文でこう書いてるんですよね。これは武蔵の国の調布村のある百姓から聞いた話だっていうふうに書いてます。それは東京の家に出入りしていた調布っていうのは東京都の調布市ではなくて青梅っていうところなんです。もっと多摩川の上流の山深いところですね。そこの調布から来ている庭師さんの宗八っていう人なんですね。でその人がなんか伝えた話だと思うんですが、ただ雪女っていう妖怪を知るのは末裔なんですよ。でこれは妻の節が介在していて、節の養祖父の稲垣万右衛門っていう人が子供の頃大雪の日に友達の家に遊びに行こうとして外に出たら雪女が立っていた。でギャーって泣き叫んで家に帰ってきたっていう話を聞いて以来、ヤクモはずっと雪女っていう妖怪に興味があったんですね。でそれで多分その武蔵の国の農夫はですね、全然違う話を語ったんです。さっきお話に出てきた青柳のような話だったんですよ。木の樹木の精霊が若い木こりのもとに現れて、私切られたら死んじゃうから切らないでって言うんだけど、その木こりは切るのが仕事だから切っちゃうんですね。そうしたら、樹木の精霊がその若い木こりに夜出てきてふーっと息を吹きかけて殺してしまうっていう、そんなお話だったみたい。それを大胆にヤクモがフィクションして、お雪という雪の精霊と、それからミノキチという若い木こりが結ばれる、いわゆる衣類婚姻っていう形のお話にしたんですよね。で日本人ってやっぱりその中からね見えてくるのは、衣類婚姻談って日本に多いんですけど、動物と人間が結婚したり、それから樹木の精霊だったり他の何らかの異界のものと人間が結婚するっていう話なんですけれども、それだけ日本人がちょっと宗教的にはオープンマインドだったのかなという気がするんですね。でそれと雪女の話でもう一つ気になるのは、やっぱり最後はこの衣類婚姻のお話っていうのは人間側が約束を破って、それで幸せが壊れてしまうっていう終わり方なんですよね。で雪女もそうなってます。雪女と出会ったことを絶対言ってはいけないっていうのを蓑吉がついに雪女に語ってしまうわけですね。そうとは知らずにですけれども、それで雪女はいなくなってしまうわけですけれども、その中からやっぱりね、怪談にはなんかね、ソーシャルディスタンスの文学っていうのを僕感じるんですよ。やっぱ人間が一線を踏み越えての異界に近づきすぎると、やっぱり何かね不幸が訪れるんですね。でそれはね、自然を維持しなければいけないっていう教えでもあると思うんですよ。やっぱこういう時代にその自然とかやっぱり目に見えないものをちゃんとリスペクトするっていう、そういうことって大事だと思っていまして、そういうものが非常に美しく描かれているから僕は好きなんですね。で実際ヤクモの作品の中で雪女が一番多くのね芸術表現がされている作品だと思います。映画になりお芝居になり、それからオペラにもなったし、コンテンポラリーダンスにもなっているし、コントにもなっているしっていう、それだけなんかちょっと魅力的なのかなというふうに思います。はい、そんなことですね。そうですね、雪女、今私も全く知らない話がたくさん出てきたんですけれども、やっぱりすごい面白いですね。であえて言うと多分日本の怪談とかホラーとかの中で近年のものの貞子とかを除いたら、昔のもので多分雪女が一番有名じゃないかなと思うんですよね。でただそのソーシャルディスタンス文学っていう表現がすごく面白いなと思って、これからちょっと使っていきたいなと思うんですよね。でそれでボン先生がこの怪談っていうものの中では雪女が好きって言ったんですけれども、ジュールがちょっと知りたいことがあったんですよね。それについてっていうか、ちょっと別のものを知りたいっていうのがあったので、ジュールさんどういうことをボン先生に聞きたかったんですか？目に見える世界と目に見えない世界をつなげたりする。それが悪魔だと気づいて、インド人の子供だったら大体誰も1回ぐらいは聞いてるだろうなっていうようなもの。あなたは変な病にかかっているよ。 Love is stronger than death